お家の中でアウトドア気分、うまみトンテキキャベツ炒め添え。ちょっとね強引にぎゅうぎゅうですけど、OK です。はい、開けます。ニンニクチップとウスターソースに火が入った時の味がとても美味しいメニューなんですよ。今こういうご時世なんでキャンプに行きたくても行けない人たくさんいると思うんですけどね、キャンプ気分が少しでも味わえるんじゃないかということでね。うまい。皆さんこんにちは。今週のごちそうさまチャンネルですね、お家の中でアウトドア気分ということで、うまみトンテキキャベツ炒め添え。長いですね、メニュー名がね。もちろん家の中でだけじゃなくて、キャンプ行かれる方はキャンプ場で作っても非常に美味しく食べれるメニューなので、まず材料ですね。豚肩ロース肉、とんかつ用ですね。これキャベツ、にんにく、塩コショウ。コショウは今日は白コショウを使います。で片栗粉、それから、ウスターソースでバターでサラダ油ですね。でキャンプ場だとちょっと片栗粉ねめんどくさいかもしれないんで、片栗粉しなくても美味しく食べれます。ただ片栗粉を入れた方がしっかりとお肉に味がつきますね。でニンニクチップとウスターソースに火が入った時の味がとても美味しいメニューなんですよ。じゃあ早速ね作っていきますよ。まず豚肩ロースの下ごしらえです。まず切っちゃいます。真ん中まず半分して、でそれをこんな感じかな。同じように真ん中カットして戻すと。でここに塩コショウをまず、お塩ちょっと強め、コショウしっかりめ、結構ねしっかりしちゃっていいですよこれで。全体まぶします。で塩コショウがしっかりとお肉に張り付いたら、ここで片栗粉ザザザッと。薄くでいいですね。そんなに粉粉してない状態じゃないと油たくさん必要になっちゃうんで、片栗粉油吸います。なので片栗粉いっぱいついた状態でこうやってフライパン乗せていくと、それだけ油がどんどん必要になっちゃうんですね。ちょっと要注意ですね。じゃあ次にニンニク切っていきます。ニンニクスライスですね。芯が入ったままでも、キャンプ場だとねちょっと芯抜いたりしないと思うんで、ただニンニクはフライパンの中へ。今日はスキレット使っていきますけど、スキレットなかったら普通のフライパンでもサイズ感だけちょっとこのぐらい意識してもらって、でサラダ油入れます。火つけます。でキャベツも切っちゃっといておきます。通じる今のキャベツ切っちゃっといておきます。微妙にダメそうな。そうですか。切りな。キャベツ切ります。このぐらいかな。このぐらいでいいですね。サイズ感的にはね。こういう置いておいて、ニンニク要注意ですね。ニンニクが完全に油に浸かってる状態作っていきますね。でこのぐらいの油ではぜる感じになったらちょっと火を落としておきますね。いきなりやっぱり色づいてきちゃって、よくこれで皆さんね焦がすんですよね。こうやって芯の部分の細かいやつね、これすぐ火入るんで、こういうのねすぐ色ついて焦げちゃうんで、こういうの早めにねちょっとできれば救出したいですね。だんだん色ついてきましたね。このぐらい全体色ついたら、色濃いやつから拾って出していきます。完全に全部ニンニクは拾っちゃいます。はい、そしたら今この、スキレットの中の油はニンニクオイルなわけですね。でこのニンニクオイルでお肉をソテーしていく。もう一回火つけます。お肉乗せていきます。ちょっとね強引にぎゅうぎゅうですけど、
これで焼き目つけていきますね。焼き目ついたら、このように裏返していきます。で肩ロース使ってるんで油の部分があるじゃないですか。そこからもね油出てくるんで、いやいい色ですね、いい色ですね。で反対側も焼き目ついてきたら一回こうやってお肉避けます。でこのスペースにキャベツ、乗っけたら今避けたお肉をキャベツの上、横の方のお肉もキャベツの上、こんな感じですね。そしたら蓋します。マウスポン、中火ぐらいですかね。2分ですよ。なかなかね今こういうご時世なんでキャンプに行きたくても行けない人たくさんいると思うんですけどね、月並みですけどキャンプ気分が少しでも味わえるんじゃないかということでね、家にストックしてあるスキレットを引っ張り出してきて使うっていうのもまた一興じゃないかなと思うんですよね。OK です。はい、開けます。そしたらもうキャベツはテリテリですね。イエーイ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 。ちょっとキャベツ下の方にあるのは焼き目強めに入りますけど、全然気にする必要ないですね。お肉とキャベツを全体混ぜたらここにまずバター、でバターが溶けてる最中にウスターソース、でお肉には片栗してあるんでこのウスターソースがよく絡むわけですね。で火止めます。で最後にニンニクチップバリ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 っと完成です。じゃあ出来たてをねいただきたいと思います。片栗粉をしてるんで下のたまったソースとろみつくんですよ。よく絡むと思いますね。いただきます。うまい。最高だわ。お肉ね柔らかく焼き上がりますね。粉つけてちょっと蒸し焼きっぽくなるというかね。最終的なお肉の火入れが蓋してキャベツと一緒に蒸されて火が入るっていう感じですかね。すごく柔らかいです。で味はしっかり。キャンプ場だったら飯盒でご飯炊いてご飯の上に下に溜まったソースごとキャベツと一緒に上に乗っけてがっつくっていう感じじゃないですかね。で大人たちはちょっとつまみにねちょいちょいとこう食べて飲んでみたいなことを繰り返してという気分を家でも味わってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。